2003年8月、ここニューヨークである一本の新作アニメが注目を集めていた。日本を代表するクリエイター今聡監督が満を持して放つ最新作、東京ゴッドファーザーズ。年々日本アニメへの関心が高まる中、全米のアニメファンが一堂に集結する年に一度の祭典、ビッグアップルアニメフェスタ2003の目玉作品となったこの東京ゴッドファーザーズとは一体いかなる作品なのか。いよいよ公開間近に迫った世界が大注目の最新劇場アニメ、東京ゴッドファーザーズの魅力をいち早く徹底解明。いよいよ公開、東京ゴッドファーザーズ。漫画家の経験も持つアニメ界の鬼才今聡監督。最新作東京ゴッドファーザーズがいち早くアメリカに上陸。一体どんな内容なのか。それはクリスマスの夜、3人のホームレスの目の前に突然現れた赤ん坊との出会いから始まる。こいつは捨て子だ。寒空の下、捨てられていた生後間もない赤ん坊。食もなければ住む場所さえない路上暮らしのホームレス3人組は、この赤ん坊を他人とは思えなかった。ちゃんと警察に連れて行くんだよ。大声出すなよ、おっさん。なんでもないじゃん。一生に一度あるかないかの出会いなのよ。ちょっとぐらい母親の気持ちにさせてちょうだい。私は好きで家出してんの。まさか自分たちで育てられるはずもない。3人はともかく赤ん坊を捨てた親を探して東京中をさまよい歩く。赤ん坊を抱いたホームレスたちの小さな冒険は、人生を諦めかけ希望をなくした彼ら自身が再び生きる喜びを発見する旅。そして彼らの旅はいくつもの偶然と奇跡によって信じられない方向へ導かれていく。ホームレス役を演じているのがこちらの面々。この子は神様がくださったクリスマスプレゼント。私たちの子供よ。いつか自分も子供を産みたい、そんなお茶目な夢を抱いている元ドラッグクイーンのホームレス花ちゃんには、わはは本舗の梅垣義明。俺たちはただのホームレスだ。アクション映画の主役じゃねえ。すねに傷持つ何やら訳ありの親父銀ちゃん役には大御所江守徹。そういうの目くそ鼻くそ笑うっていうんだ。そして鼻っ柱の強い家出少女みゆきにはアフレコ初挑戦の岡本綾。ベルベルバー。何かしら、何が気に食わないの？ちょっと。よしよし。こんなとこで赤ん坊の泣き声してる方が変じゃん。どうして泣き止まないでしょうか。俺らが聞いたでしょうか。登場人物のイメージを絶妙に演じ分ける3人の個性豊かなキャラクター。東京ゴッドファーザーズの、銀ちゃんという、ホームレスの、役で、声を務めました江守徹でございます。バカ野郎、ちゃんと警察に連れて行くんだよ。東京ゴッドファーザーズとかファーザーズ、ゴッドファーザーというのは名付け親という意味ですけどね、図ですからね、複数なんで3人出てくるんです。1人は、私が演じる銀ちゃんですね、中年男、新宿で1人で暮らすホームレスです。それからみゆきという女子高生、独立した女子高生ということですね。それから花ちゃん、ドラッグクイーン、元ドラッグクイーン。ドラッグクイーンっていう言葉ご存知ですか？わからなければこの映画でぜひ知ってください。この子は私たちの子供よ。誰にも渡さないから。こんにちは、花役の梅垣義明です。花ちゃんっていうのは僕が好きなタイプのドラッグクイーンっていうか、でも私の心はどれよりも女。男女性別関係なしにその人間としてすごくプライドを持ってる、ちゃんとしたプライドを持ってるというか、なんかその間違ったプライドではなくてちゃんとした人間としてのプライドを持ってるっていう意味ではすごく自分がこうなんかこの人かっこいいなと思えるドラッグクイーンなんですよね、あの人は。私はみゆきという女の子をやらせていただいたんですが、絵とはちょっと似つかないぐらいなんですけど、ちょっとクールな女の子をやらせていただきました。さっきはごめんな。
餌こぼしちまってで家出をしてホームレスの仲間入りをしてて、その気になれば帰れるうちがあるもん。アフレコも初挑戦で、そういうクールな役も初挑戦で、キヨコが道連れにされてもいいのかよ。いろんな人たちの人間模様が盛りだくさんな作品になっています。そんなアフレコ初挑戦の岡本綾が今聡監督を直撃。お元気ですか？はい、おかげさまで岡本さんは元気でいらっしゃいましたか？はい、忙しいですか？ぼちぼちと。最近はどうですか？もうすぐ、公開まで、もうあとしばらくという感じですけどね。お客さんに見てもらうのがね、今一番楽しみですね。銀ちゃんと花とみゆきと3人いるじゃないですか。それぞれにこういう人ですっていうなんかいるんですか？特にはないですね。全く架空の。これまでね、自分がこう会ってきた人たちの断片をこう少しずつこう結晶化させて作っていった。でも40年生きてきてね、女の子だったことだけはないんですよ、とりあえず。そうですよね。ただ自分が例えば16歳の男の子だった時に比べて周りのやっぱり同じ年の女の子っていうのはね、もうちょっと抱えてるものが複雑だったりとかね、大人びたところがあったりしますよね。なんでそういうところで想像をたくましくしてこうであろうというのとこうであってほしいっていうところを、ちょっと願望もありつつ。願望の方が大きいですでもね、なんかそんな難しいみゆきをなぜ私にという。前に、出演されていたおぎゃーという、であれをすぐビデオ借りてきて、声を聞いて、この人だと、単純に声ですよね。特にアニメーションのキャラクターでよく聞かれる声っていうのがこう独特の言い回しがなんかあるんですよね。そういういかにも漫画のキャラクターな喋り方で、そうじゃなくてこうある意味突き放したようなブツブツ喋る感じが欲しかったんですよ。低い声でブツブツ喋るっていう、とにかく不平を言うことが多い子なんでね、みゆきっていうのは。でそういう感じが欲しい。でそれとは全然別にですね、不思議なんですけど、たまたま寄った本屋でこう表紙、雑誌の表紙を岡本さんが飾っていたとか、たまたま撮った本にこうグラビアでこう出てたとか、そういう偶然みたいなものを大事にしててね、きっとこの人だろうっていう感じがあったんですよ。本当ですか？だからそういうね、偶然が来ない作品はダメなんですよ。本当に。アフレコ初めてですもん。なんかアフレコ撮ってるとこにいる時はこう梅垣さん、江守さん、私ってみんな同じ感覚で座ってて、マイクまで行くっていう動きしかないじゃないですか、自分が喋る時に。それでなんかみんなは向こう側で笑ってたりとか、そうちょっと待って、今ので何がおかしかったんだろうとか。あれね、本当にね、よく考えたら失礼な話だなと思うんですよ。こっちはね、本当にこう狙っていた通りの芝居が来たとか、ここ面白いシーンになったっていうところで、その絵と合わせて笑ってるのに、多分中で喋ってる人にしてみたらね、笑われてるっていう感じになるんじゃないかっていう。何がおかしいのかなとか、あとなんかコンさんにこうしてほしいんですとかって直接なんかはっきり言われてないような気がするんですよ。あんまりだから言わなくてもよかったんですよ、全然。いやでもそれが逆にすごい心配で、なんで何にも言ってくれないんだろう。いえみゆきに対する解釈で、いやもうみゆきはね、低い声のイメージなんですって言ってくれてたんでね、それだけで大丈夫だって思うのもまあそんなところでね、こうそれだけで OK するわけじゃないんだけども、みゆきっていうキャラクターを掴んでてくれれば、あとはもうもうちょっとそこ出してとかね、そこはもうちょっと控えてっていうだけの話になるんですよ。だからもうそれは安心して見てましたね。よかったです。本当もうやっとなんかちょっと落ち着きました。東京ゴッドファーザーズで雪が降ってるクリスマスじゃないですか、東京に雪が降ってる。クリスマスはどういうふうに過ごしてるんですか？大抵
乾杯ってガーって酒飲んでるあ、じゃあみんなで割と大勢で、そういう方がですね、なんかほらこういうロケーションでね、君の瞳に乾杯みたいな、そういうのないですないんです。どうなんですか、そういうクリスマス。私はクリスマスって意外と仕事してることが多くて、そうだよね、きっとね。なんかだから応援してくださる人たちと一緒にわーってすることはあっても、やっぱり夜とかはなんか一人で家で体育座りしてたりとかすることも結構あったり。寂しいじゃないそれ。体育座りはちょっと寂しいよ。だって昼間すごいみんなと一緒に盛り上がってるのに帰ったら一人なんですよ。あ、でもその落差ってその職業柄大きいよね、きっとね。だから余計に寂しくなっちゃって、だったらとことん寂しくなってやれと思って一人でこうやって、ね、自虐的だそれがあれなんじゃない、みゆきに通じる部分なんじゃない今年も多分そんなクリスマスかななんて。いやいや、体育座りはやめましょう。せめてね、正座よくやったという感じがしました。レンブラントの絵じゃないかと思うぐらいね、光と影をうまく使ってると、あの江守徹も絶賛した東京ゴッドファーザーズの美術とは。レンブラントみたいなことを言われるのはもうなんかこっぱずかしいだけなんですけども、こちらが東京ゴッドファーザーズを手掛けたマッドハウス。これまでにも数々の名作アニメーションを世に送り出してきた、いわば老舗のスタジオマッドハウスが今回東京ゴッドファーザーズの制作について特にこだわった部分とはどんなところだったのか。美術監督の池信孝はこう語る。アニメーションの背景の一つの手法として、例えば真ん中にこう都庁があるとしたら、その脇の方、その都庁を際立てるために脇の方はちょっと抑え気味に描く、あるいはちょっとディティールを飛ばして描くという方法があるんですね。そうすると真ん中のものが目立つんですけども、今回はそうではなくて、もうディティールでディティールを描き潰すという描き方をしてくれと。例えばこのシーン、都庁と樹木はパーツごとに一つ一つ別々に描き、後で重ね合わせる。そうすることによりカメラをパンダウンした際に生じるパーツごとの角度や速度の違いが表現され、実にリアルな映像を実現している。普通のアニメなら見える景色を一度に全部書き込んでしまうこんな場面も、細部に至るまで完璧にディテールを描く手法をとっている。実際の景色がそうであるように、遠くの看板や窓に至るまで一つ一つ別々に手書きし、それをコンピューター上ではめ合わせることによって奥行きや臨場感を表現。しかも実在の風景をそのまま写し取るのではなく、その場面に必要な温度や感情を絵の中にうまく溶け込ませることによって、アニメにしかできない現実を超えた美しく幻想的な風景を生み出している。それはまさに実写さえ凌駕する光と影。台本もらう時に、これなんか全然内容違うんだけど、ムーンライダースのスカンピンっていう歌を思い出したんですよ。そしてさらにこだわりの映像を支えているのがムーンライダーズの鈴木圭一が奏でる音楽。今監督の方から、エンディングに第九を使いたい。そうか、オリジナルじゃないんだってことになって、そこでもう一回見た映画がある。それは何かっていうと、その第九を使った映画なんだけど、時計仕掛けのオレンジをもう一回見た。第九をベートーベンを聴き直すんではなくて、ウェンディ・カルロスのシンセバージョンを聴き直したね。で、何か面白いことできないかなと。このエンディングテーマはムーンライダーズでやろうってことにしたわけだよね。で、全員が今年初めて集まって録音して、その後二度と集まってない。2003年唯一スタジオ1日入ったっていうような曲がエンディングの第九なんだけど、録音してる時に、8小節間違えて入ろうとしたのね。あと8小節あとって言ってたと思うんだけど、ここねっていうような声が実は入ってる。これそのまま入れておくとかっこいいな。構想制作期間は実に2年半。世界中が待ち望んだ今聡監督の最新作「東京ゴッドファーザーズ」はさまざまな人の才能とこだわりを結集し、ついに完成披露試写会の日を迎えた。この日初めて日本のファンにお披露目されることとなった「東京ゴッドファーザーズ」。これまでの今聡監督作品とはまた違った魅力を持つこの最新作は、集まった観客たちにどう評価されるのか。はい、見させていただきました。本当にね、
コンワールドを堪能させていただきました。どうもありがとうございます。いやとんでもないです。本当にもうまあしかし毎回狙いますですね。そうですね、狙いすぎですかね。いやいやそんなことないと思いますけどね。なぜにこのまあホームレスと言っていいんですね。そうですね。ホームレス主人公3人。実写映画でもね、あまりやらないような。いや僕ねでもねこれ見てね何を思ったかっていうと、まあ、面白かったんですけどね、僕もまあ映画の例えば企画のシナリオとして何本かあるわけですよ。それでね例えば6億7億かかっていわゆるホームレスのようなつまり親父を主人公にしたような映画なんていうのは実写で考えるともうほぼ不可能にと断言してもいいだろうと。企画としてホームレスを主人公に、それもそのねキムタクのようなホームレスならさておきもう基本的にその商業ベースじゃ成立しないだろうっていうふうにこう刷り込みがありましてですね、いわゆるそのプロデューサーがマーケットのターゲットと思ってない主人公の企画っていうのはまあほぼもう実現不可能と思って間違いない。でこう見ながらこの手があるのかっていうのがあってでも僕はたまたまアニメになったドラマっていう言い方をしたんですけど、なんかというと僕らは例えばその洋画でも別にそのキアヌ・リーブス見たいとかデカプリオ見たいとかっていう人はいるけど、それ以外にそれ以上にそのドラマを見たいっていう人たくさんいるじゃないですか。この俳優よく知らないんだけどでも面白い話らしいよっていうところから、それはテレビドラマでも ER だのなんだろう X ファイルだのそこは全部ドラマで当たるわけじゃないですか。つまり書きたいっていうかね、コナン監督にこれ実写でやったら7億かかるんだけど、それがなおかつ売れ線のその俳優は誰も使えない年齢層なんだけどでもドラマは絶対に面白いんですよみたいないうのが多分こう殺到するんじゃないかと思うのですよ。いやどうなんでしょう。まあ大変だと思いますけどね。海外プレミアの試合でお客さんの反応っていうのは始まって終わるまで90分の間に制作者監督が意図した通りに綺麗に笑ってくれるんですよね。初めてねその人前に出す作品ということで一応見てたんですよ後ろで。私の目の前に優に身長2メートルはあってフットボールでもやってたのかみたいな黒人の方が座ってらっしゃって、でこの背の高い私ですらこうやって見なきゃ映画が見られない状態、それがですね大笑いするんですよね。頭をかくなみたいな。邪魔だよみたいな、こんなになんか通じるものかなと。それはやっぱりだからあれですよね、そのまあ子供向けっていうことが悪いってことじゃないんだけども、やっぱその日本人の大人が鑑賞に耐える作品を作ろうと思ったからやっぱ伝わったんだっていうことですよね。アニメーションの可能性は無限に広がっているっていうようないいよもっともらしいことを言いつつ、実はねじゃあこういう企画を出した時になんでアニメでって同じ口が言うんですよ。自分たちで狭めてると思うんですよ。その表現の可能性が無限にあるって言いながら結局は美少女とロボットと爆発描きたいみたいなね、いやそうじゃないでしょって、無限にあるんだからこういうのがあってもいいじゃないかと。なかなかそっちの方でこう新しい素材というか今まで扱わなかったような題材をこう扱う人が出てこなくなる。それはだからアニメをここまで作った日本人の使命のような気が私しますけどね。だから日本人の今監督の責任ですよそれは。いやその責任があるならば背負っていこうとは思うんですけど、でも今監督がすごいなと思うのは、今監督の作品ってやっぱ開かれてるからそう社会性があるとかね、他人とのそのコミュニケーションにできるできないは別としてもコミュニケーションを志向してるわけで、それはねすごく大事なことだと思うんですよね。そうですね。基本的にはやっぱりエンターテインメントでありたいなと思っているし、ただその世の中が思うエンターテインメント像とこれがだからさ美少年3人とかさ、美少女3人のストーリーだと悪くはないんだけどまあ美少女も僕らその美少女によっちゃ見に行くんだけどそれだけじゃないぞっていう違うその別に芸術を追求っていうことよりもそれだけじゃない面白さって世の中にあるでしょっていうことを単に言いたいだけってことなんですよね。そうなんですよ。そのためにはとにかく東京ゴッドファーザーズがヒットすることですね。はい、あなたが映画館で見ることが日本アニメの新しい可能性を開く一つの偉大なステップになるということでございますからね、ですよ。なのでぜひ映画館でこの体験をしていただきましていいんじゃないかと思います。最後はみんなこうホームレスの世界ですけども
元気になるんじゃないかっていうことを僕は思ってる作品です。ですから皆さんこの時代にもういろいろ辛い人たちがたくさんいますが、ただそれを辛い辛いと言ってても本当にしょうがなくて、ガキが大人をなめるなよ。いろんな人たちに本当に見ていただいて、活力元気を出していただきたいなと思う作品であります。正直言って私はこの東京ゴッドファーザーズの花ちゃん役をやるまではアニメとか本当にあんまり見ない人間だったんですけども、あえて否定してたタイプの人間だったんですけども、この作品花ちゃん役やらせてもらってこのなんか本当に愛だとかこう奇跡だとか本当にそういうものが実際にこう見て感じれる作品になってると思いますし、本当にさっき見ましたけども今までアニメとか見なかった人、特にあなた見てください。11月8日公開東京ゴッドファーザーズ。愛が詰まってます。奇跡が詰まってます。うちの子よろしくお願いします。買うのかい水を。神のおぼし飯か、それとも単なる偶然か。ホームレスの元へ舞い込んできた小さな小さな赤ん坊。人生を諦め希望を捨てたホームレスたちが織りなす愛と勇気の旅が今始まる。子供を捨てる事情なんてこの世にあっちゃいけないわ。クリスマスの夜、東京の裏側で聖なる奇跡が。帰りたい。東京ゴッドファーザーズ11月8日より全国順次ロードショー。はい。